温暖化防止推進員の加藤です。どうも今日よろしくお願いいたします。今日のタイトルは古典落語で除く江戸の町ということで、江戸の時代化石燃料によるエネルギー消費というのは0キロカロリー、現在大体10万キロカロリー超えという時代なんで、やはりそういう中で環境に優しい循環型社会が確立していた江戸の町をですね、古典落語を通して覗いてですね、見てみようという企画です。今日の話との内容としては、まず農産物の話と、それから海産物への循環、それで紙とかその食物以外の循環、この辺のところをですね、見ていきたいなというふうに思います。基礎的なデータとして、江戸時代の日本の人口と江戸の人口っていうのはどのぐらいだったかっていうのを確認しておきたいんですけども、江戸の初期が大体1200万、それから江戸中期が大体3000万ぐらい、だから100年で大体倍以上になっているという世界で、江戸の人口が100万人で、当時としては世界一の大都市だということです。よく、棚賃を払わないという不届きなやつらがいっぱい出てくるんですけども、古典落語で長屋の棚子、大家に対して棚賃を払わないで堂々としていると。棚賃の話されてもなんで払わなくちゃいけないんだ的に開き直る連中が非常に多い。で、大家さんも「ちきしょ払われるバカ野郎」と言いながらも別に特に困って、それは何ででしょう。ですね、棚子の排泄物は高く売れたから、そういうことです。棚子の排泄物を今でいう肥料メーカーに高く売って、それで生活できるんで、家賃収入はさほど影響はしなかったということなんですね。で、その関係でいうと、長屋だけじゃなくて、大きい店も従業員住み込みで働かしているんで、そこからも買っていくんですが、長屋の住まいの方が高く売れる。どうしてかというと、長屋住まいについて代々江戸っ子で、口が肥えてて美味しいものが好きなんですよ。だからその食べた出てくる結果としても結構栄養価の高いものが多い。逆に大棚の方は利益出すためにあんまり従業員にいいもの貸したくない、切ってるから水っぽくて肥料としての栄養価が低いんで安かったらしいんですね。ただそれだけではないんですね。実はそれを農家に売るんですけども、基本運搬は水路でやっていましたということと、さっき言った長屋と大棚のものをブレンドしてたんですね。大棚のものだと薄くて売れないから、長屋の濃いやつと大棚の薄いやつをブレンドしていたということです。それから寝かせる、新しいと刺激的にかなり活性度が高くて、農地の微生物に悪影響を与えるということがあるんで、寝かせてマイルドにしてから農家に販売するという方を取っていたそうです。農家の方に販売するんですけど、農家としてはすぐ使えるよということ状態で販売できるということ、あと農家へもやっぱり水路を使って販売してましたということになります。これが農産物への循環ということになります。で、次に江戸前の寿司、皆さん江戸握り寿司、江戸前寿司って好きな方が多いと思うんですが、この江戸前っていうのは現在東京都のことですよということです。この江戸前で取れた魚はこの枝に握ったのが江戸前寿司で、その江戸前の海っていうのは栄養が豊かでとてもうまい魚が取れたということになっています。ではなぜ現在の東京湾の海が栄養豊かで魚がうまかったか。要するに江戸の市民町民がいろいろ野菜切ったりなんだりするときにカスが出るのが、排水って側溝とか流れてって海に流れている。でそこの食材のカスを魚が食べて栄養なんですけども、それ排泄物出して微生物が分解する。でそれを植物が吸収する。で植物性プランクトンを動物性プランクトンが食べて、それを小さな魚が食べて、大きな魚が食べて、声太ったやつを漁師が捕まえて魚屋に売ると。魚屋が江戸の場で咲いて新鮮な魚を提供していたという社会ですね。栄えた数っていうのはまた他を経て戻るということです。人間を含めた中での循環が成り立っていたと。これが海の循環という形になります。もう一つ循環がうまくいってたからっていうだけではなくて、江戸の方々は非常に無駄なく食べていたということで、食事の締めは最優先っていうことなんですけども、ご飯茶碗があって味噌汁の茶碗なんですけど、汁茶にこう白湯を注いでこう箸でこうよくかき回して、この味噌のカスとかいっぱい残ってるじゃないですか。それをよく溶いて、それをご飯茶にこう移す。でご飯茶碗の中で海苔みたいなのが残っているのをこう溶いて、それを飲んじゃうということ。それでですね、無駄にはならないし、ここの工程の中でちゃんと箸がきれいに洗えてるんで、これさっと振って、その当時の食前の
ここにある箱膳と言われるやつですね、それにしまってはい片付け終わりというふうに非常に合理的で完璧でほとんど無駄がないというようなこともやっていましたよということになります。であと江戸のくず屋さん、紙くずとかそういう扱うくず屋さんがなぜ商売が成り立っていたか。今の日本だとちょっと前まではトイレットペーパーの紙をやってペーパーちり紙交換で成り立ってたけども、それも最近成り立ってないんですけども、江戸時代くず屋さんは結構商売が成り立っていて数もいたということで、なぜ成り立ってたのでしょうかと。江戸時代の和紙はすごく高級品だったから、高値で売れるということですね。で高いからこの丁寧に使うわけです。そうするとだって紙くずは再生可能な重要な資源でした。だからもうめったにしてないと。個々の家々ではちゃんとそれをきれいに伸ばして取っておいて、くず屋さんが来るのを待ってるんですね。大体月に1回とか2月に1回とかなってると。で遅く来るともう他のやつに売っちゃったよとかって言われることもあるみたいですけど、すぐあれでは現金と交換できるというところはちょっとポイントかなと思います。であと再生できないのはかまどで焚き付けに使うということで、もう貴重な紙は無駄にしていないという精神で、あと和紙はリサイクル簡単で化学肥料使ってない、もうこれ今の用紙と違って水溶性の糊で繊維をくっつけてますので、いろんな化学物質使って環境に優しいだ優しくねえだっていう話が起きますけども、そういう心配はなかったということになりますね。であと紙くず以外にも骨董品やその他の家財も引き取ってたんですね。だからこう回っていくだけで、これちょっとさいいお酒なんだけどこれ引き取っていくんでかいって言うと、目利きのあるくず屋さんはこれなら何両で取れますよとか、そういうことをやってる。でそれを今度リユースのところ、リユースで売ってるところに持ってって高く売るということが可能だったんですね。だから江戸時代はリユースが結構盛んで、露店なんかでそこにござかなんか引いてもうバーッと並べてそこで売ると。もうお店持たないからかなり安く売れるし、当然お店なんかにも持っていくんですけども、そういうふうに自然ともう商売としてリユースが成り立っているという社会だったということで、くず屋さんも生活できていたということになります。であとこれですね、夫婦喧嘩の結果ということでちょっとあったんですが、夫婦喧嘩でこうチャンガンガンあったりとかっていうふうなもうでも使えねえよというのはどうしたかということです。埋め立てに使っちゃったと。江戸の初期ぐらいからもう東京湾の埋め立てが始まってまして、その埋め立てにそういう焼き物とかそういうやつはもう使えねえから、そういうのを持ってって埋め立てたということは、もう喧嘩とかそういうのぶっ壊しちゃったものとかはそういう燃やせないものですね、なんかはそういうふうに埋め立てる。燃やせるものはさっき言ったようにかまどの焚き付けとかそういうふうに使えるんでですけども、そういう焼き物関係とかは使えないんで、そういう埋め立てに使いましたよということですね。今の月島あたりの埋め立てに使われたんじゃないかということなんですが、最終処分ということで埋め立て地月島あたりは江戸の最終処分場だったということになって、こう物のこういう循環、最後までこう無駄になく使えるように循環したよということになります。今日のまとめですけども、江戸ではゴミとして処分に困ることはなく、全て資源として再利用されたと。で資源の循環が確立されたエコロジーの社会であった。それから、資源の循環が無理なく自然にできる仕組みができていた。特にこうね苦労したっていう話はないんで、で江戸の人口と江戸前の海の大きさのバランスが良かったねというふうに言えると思います。あと人工合成された化学物質がほとんどなく自然循環が可能であったということになると思います。で特に後でよく考えたんですけども、資源が無理なく自然にできる仕組みっていうのは結構お金の問題があるのかなというふうにも思ってて、先ほど言いましたように紙くずも売れました、それから排泄物を肥料として売ることができたということで、結構お金にとして戻ってくることができたんで、お金になることがあったんで、その循環も結構無理なくできたのかなというふうに言えると思います。はい、お話ですけども、江戸を手本として現代でもそして今後の社会でも無理なく自然にできる循環型社会をみんなで考えて、そして確立させていきましょう。お後がよろしいですね。